いクロス厚道。忙しいところなんだが。うちのボスから連絡だ。機内に入ってこい。ボスはこの帝国の皇族で皇位継承権第5位であらせられる十座殿下だ。帝国においてやんごとなきお方だ。粗相のないように。はじめまして、クロス厚道。クレオ君の上司の十座だ。あなたが来るのを待っていました。能力を使わないという誓いの最中に申し訳ないが、君は君の神才能を封じるべきではない。この帝国は危機に瀕している。力を貸してほしい。将来君はこの帝国のトップに立ち、帝国を導く新時代のリーダーになっていただきたい。ただし今の君ではダメだ。今の君のままでは、私の言うように成長していってほしい。今は頭が錯綜しているだろう。あまりに急激に人生が変化したから無理もない。だがすぐに目的も変わる。そのうち愛国者としての意識に目覚め、君は自分の人生をこの国の人々のために使うようになる。君はこの国で多くの人と出会い、楽しく時を過ごし、喜びを分かち合い、悲しみを知り、そして怒りを共有する権力者たちへの怒りを、社会を正しい方へ導くため、君は凶悪な政府に戦いを挑む。国民のための政治を僕たちの手で取り戻すんだ。君は帝国打倒の理想に燃えた民衆のリーダーとなる。過激なやり方で一気に解決しようとする。為政者を敵とみなし叩き潰すために一致団結する。時を経て、愛国者の名のもと、民意を背景に君は戦い続ける。戦いの日々の果てに君は政府を打倒し、頼む、命ばかりは助けてくれ。欲しいものなら何でもやる。バカが皇帝を処刑する。皇帝が死んだぞ。三代皇帝月光は死んだ。新時代の幕開けだ。階級差のない僕たち民衆のための政府を作るぞ。かつて死んだ憲法を廃止し、新しい憲法を制定する。若き息吹は勢いに乗り、君は力任せに理想を実現する。だがその後世界は君の理想に反して迷走する。話が違うぞクロス。前の政権より純粋なんじゃないか。こっちだってみんなのために一生懸命やってんだ。知るか、政治家なら結果責任を取れ。みんなお前を信じていたんだぞ。かつて皇帝に向けられていた群衆の怒りの眼差しが自分に向けられる。自分こそが彼らの代表だったはずなのに、愛していたはずの国民を憎むようになる。多数派の言い分は正しいんだ。少数派は黙ってろ。それが民主主義のルールだろう。一度開いた溝は埋まることなく、もつれにもつれ、今度は自分が権力者として庶民と戦う。自分で定めた新憲法を自分で違反し、批判を抑えるために民衆を弾圧し続ける。気がつけば自分が倒した皇族たちと同じことをしている。さらなる戦いの果てに愛を失う。かけがえのない愛を。そして大戦が起こる。死んだ。みんな死んだ。かけるニーナ、シロ、レの続きをサクリン、ミレイ、玉木。こんなはずじゃなかったのにどこで間違った。皇帝を処刑した時だ。暴君に対して力による反抗では民衆の名を借りた新たな暴君が生まれてしまうんだ。取り返しのつかないことをしてしまった。多くの人を死に至らしめた。自分は生き残って、もう一度やり直せたら、帝国に来たあの日に、過去に戻れたら、そうだ、過去へ。僕は何をしていたのだろうな。政府を打倒すれば全てがうまくいくと幻想を抱いていた。まとまりのない民主主義は多数派の横暴を生み、革命は血塗られたものになる。この荒廃した帝国を償いきれない罪を、今はただやるせなさだけが。懺悔したいなら教会行きな。まだ残っていればの話だが。ゼクロス、聞いてくれ。タイムマシンを作ってほしい。僕は間違っていた。過激な革命は血で血を洗う歴史を繰り返す。皇帝は君臨すれども統治せずにするべきだったんだ。今なら帝国を救い直せる。帝国の全ての情報を得た今の僕なら。計画がある。僕は仮面をかぶって10罪になりすます。月光が行為を継ぐ前に失脚させ、サクリンのクローンを皇帝にするんだ。さらに過去の僕自身をパワーアップさせ、14歳の僕が民衆を変えていく。どうだ。社会の上流からも下流からも穏やかに変化させれば液性革命は起こらない。ゼクロス、タイムマシンは作れないか。ダメな。ガキの頃とっくに作った。ただし未来へ行けるだけだ。高速宇宙船でぐるっと地球を回るだけでも未来へは行ける。相対性理論による時間差を利用すればいい。だが過去に戻るのは理論上ゼロに近い。大抵の科学者はそう言うさ。でもあんたならできるはずだ。仮にできたとしても協力する気はない。なんだと？
懲りない奴だ。まだ暴力での解決しか手がないのか。政治家なんぞクソだ。世のためと吹聴したら利権に群がり自分の暴力さを理解しない。器もなくいい格好しいのくせに責任問題からはすぐ手を引く。大衆もクソだ。一度権利を認めて最近まで要求し続ける。被害者面は一丁前、難癖つけたがるくせにリスクは負わない。差し詰め両方やったてめえはクソのクソだ。世の中クソ野郎。返す言葉もない。出て行ってくれ。研究の邪魔だ。なら取引しよう。知りたくないか。未来は一つなのか。過去を変えると一つの未来だけ変わるのか。それとも未来は増えるのか。過去での行動はあんたの指示も聞き入れる。僕を実験に使え。ブラックホールから異次元宇宙へ行き、時空変更ホールをくぐり、ホワイトホールから元の宇宙へ戻る。そうして地球に戻る。高速防衛は不可能でも能力を駆使すればこれが可能なはずだ。ただしここまでのことをやるのに体感時間で13億年かかる。いいのか。13億年。宇宙は広大だ。13兆年でなくてマシだと思え。厚道、やるなら不老不死になってもらうぜ。やる。13億年生きねばならんのだぞ。死にたくても死ねないんだぞ。そこまでして。ああ、そこまでしてた。見上げた愛国心だ。それとも罪の意識か。どちらもだ。分かったかい？分からないか。ともかく今のままいけば大戦が起こってしまう。多くの犠牲者を生むことになる。はあ、そんなもんですか。今のままいけばな。悲劇は未然に防がなければならない。そうならないように君に成長してもらいたいのだ。戦士としても人間としても、そしてリーダーとしても。身を治めることと人を治めることは本来二つのことではない。魅力的なリーダーになってほしい。すでにクレオ君から説明があっただろうが、マクロカリスマは人生経験でレベルが上がる。常にペンを携帯しておくことだ。人生で役立つことは全て書き出したまえ。人生経験を蓄えるにはそれが一番だ。世に言う常識は多数派による洗脳だ。自分の頭で考えるには自分を深く知ることだ。納得がいくまで失敗をしたまえ。失敗にも手応えがあれば成功に向けて成長しているということだ。指令を出しておく。適宜にこなしておいてくれ。また後日お茶を。何なんですかあの人、人のこと分かったように。こいつのセリフだ。お前ボスは初対面だよな。紛れもなく初対面です。あんな大人に会いたくない。それはいいが戦隊の限界だ。9号線に乗り移るぞ。どうした？僕の私物持っていかないと、そんなこと言ってる場合か。ここから落ちたら死ぬんだぞ。捨てるというのか、開拓班が勝手に運んできたのに、せめて運ぶの手伝えよ。自分で抱えられるだけ持って乗り移れ。なんだよ、さっきから開拓班の有能さが鼻についてたのに、こういう時に有能さを発揮しろよ。エログッズと一連卓勝したければ好きにしろ。うわー、長年の編集が、おっぱいマウスパッドが、限定抱き枕が、そんな悲壮感垂れ流した顔すんな。追突したのが乳化素材の像で命拾いしただけマシなんだぞ。そんなこと言うたかってあんた私物が一つを残して全焼したんですよ。いやいや、もう一つここに残ってるぞ。濡れそぼった放乳を舐め回すと、厚道は盛り立ったそう。だからそれ読むな言うてるやろ。死んだのかお前。登場した2オーバーなんで誰か一人降りてください。つうかうるせえから降りろ。なかなか個性的な14歳だな。目の前に現れたのが誰なのかみじんも分かっちゃおらんらしいが。なあ、厚道。今始まる過去と未来の交差帳の物語だ。殺してとか死ぬとかよく使ってると本当に配信すんぞ。なあ、厚道。石にかじりついてても150まで生きてるわ。